はい、原田専門家ドエースドエスドエスドエスということで始まりました、原専ラジオ、今日は何を話そうかなと思って、いたんですが、先日亡くなられた坂東和俊さんっていう、作家さん、歴史研究家というか作家さんですね。日本の一番長い日というもっくんが主演じゃないか、もっくんも出てた、もっくんが天皇陛下の役で出てた映画があったんですけど、その前にも、それリメイク版なので、その前にも、あったんですけど、その映画が、ネットフリックスでいつぐらいですか、7月違うな、9月10月くらいに見たのかな。非常に、大好きで、映画を見て、ネットフリックスで見て、両方見て、いや、こんな素晴らしい映画があったのかと思って、したら、その原作があるということで、文庫本を買いましてね、で、読んだわけですよ。で、その話をいろいろね、とても、今にも言えることがたくさん書かれている。内容的には、昭和の戦後の、戦中の歴史というか、ポツダム宣言受諾して、戦争が終結するまでに至る玉音放送がある日のことが書かれている本なんですけども、本当に面白くて、とてもためにいろいろな発見があってと思って、その文庫本をね、こう用意しようと思ってたんですけど、どこにも見つからないので、また出てきた時に話したいと思いますということで、話すことがないなと思いながら、これをね、ずっと言いたかったというか、僕仕事柄と言いますか、何かしらデザインするとき、特にあれですね、僕のやっているパーソナルな家紋は、ご依頼があった方の好きなもの、名前と好きなものから想像すると、2つの意味での想像ですね。クリエーションと何でした、イマジネーションでした、自分で言っときながら忘れましたけど、想像するんですけども、でいろいろ調べるわけです。僕の知らないことも多々ね、あれが好きです、これが好きですとね、以前は全く知らなかったというか、ジョジョとかね、知らない時にジョジョが好きですって言われて、ジョジョってなんだろうと検索するわけですよね。で、作ったものと知ってからジョジョを読んで、読んでと言っても5部までしか読んでないんですけど、5部とジョジョリオンのすごく初めの方だけしか読んでないですけど、読んでから作るものってやっぱり変わってきますよね。自分が知って、その人がどういうポイントに、惚れ込んでいるというか、どういうポイントが好きなんだろう、そこをカウンターというかね、ここを好きというかみたいな、これを見たら実はジョジョ好きなんですかみたいな、そういった隠れアイテムというか、そういうことを、デザインの中に仕込んでいくのが大好きなので、読み解くっていう意味ですよね。そういったデザインを、そういうことが好きなので、よく調べるんですけども、過去にいろいろそういったことで調べてて、こう発見した豆知識というのがいろいろあるわけですよ。やっぱりね、普段生活してて、ごく当たり前のことってなかなか調べないですよね。例えば歩くを説明してくださいって、歩くことが大好きね。
歩くを説明してくださいって言われた時にちゃんと説明できます？歩くぐらいはできるかね。二足歩行だったら右足と左足を交互に出して前進することですよね。そういったごくごく当たり前のこと、物、行動、名詞とかね、あまり深く調べないですよね。当たり前のように知ってるから、ね、調べないですけど、その中で一つイルカが大好きですというのがありまして、イルカなんかみんな知ってるじゃないですか。フォルムといい、芸をするね、イルカショーがあったりとかっていうのがあるんですけど、イルカのウィキペディアを覗いたことがありますかね？ないでしょう。なかなかないと思うんですよ。なかなかないと思う。知ってるから、わざわざウィキペディアを見ないんですよね。そこを、一応ね、ウィキペディア見たら、イルカの睡眠の仕方が書いてイルカはずっと泳いでるんですけど、海の中でね、どうやって寝てるのかと言ったら、なんて書いて専門用語が出てきたな。なんて書いてたかな。半球睡眠といって、右右脳と左脳を交互に眠らせているからずっと泳いでいる。で、右脳が寝ているときは左目を開いて、左脳が寝ているときは右目を開いて泳ぐ。だったかな？反対じゃない。右の脳が眠っているときは反対の左目を、逆に左の脳が眠っているときは右目をつむりながら泳ぐ。これは半球睡眠ね。しているってことが書いてあって、そんなこと知らなかったですよ。世の中の人のほとんどがそういった知らないことが書かれていて、結構そういったね、当たり前のことというか、分かりきったことだと思っていることほど結構こう調べたことがないよねというお話でしたね。終わっちゃった。他にもね、なんかあったような気がするんだけどな。パッと出てこないと困るというかね、イルカのやつは強烈だったんですごく覚えてるんですけど、あとイルカクジラ系でいくと、僕はね、座礁したクジラが浜辺で死んじゃうんですけど、腸内バクテリアが増えてね、大爆発を起こすっていう映像が YouTube にちょくちょくあるんですが、あの映像を見るのが大好きでっていう気持ち悪いんですよね。ゾンビを殺した時のバーンってね、飛び散るような内臓が飛び散るような映像がでっかいクジラがね座礁して爆発するの分かってるから、エア抜きじゃないですけど、こう森でついて、先に爆発させようとするんですけど、そういった映像があるんですけど、すごいですよ。えげつないというかね、ああいった映像が大好きで、なんかそういうの怖いもの見たさというのか、こう気持ち悪いというかね、こうゾワゾワするようなものをあえて見たくなるようなことってあるんですか。鶴の頭のね赤い部分、あれもねなかなかですよ。本当にどれぐらいのペースかな。3ヶ月、いやそんな頻度じゃないな。4ヶ月、半年、1年、半年から1年に一度はググって鶴の頭のドアップをね見たくなるんですよ。であれを見ていると思い出すのが、池中玄太80キロっていうドラマが80年代かな。80年代だと思いますね。僕は小学生ぐらいの頃なんで、84、5、6年ぐらいじゃないですか。池中玄太80キロっていう、西田敏行さんがやってたもしもピアノが弾けたらね、池中玄太80キロっていうのがカメラマンなんですね。でタンチョウ鶴の写真を撮るカメラマンで、鶴の写真を撮るというドラマがあったんですけども、その鶴の頭のつぶつぶ、赤いつぶつぶをね
こう検索するとどうしてもその池中玄太80キロを思い出してしまうね。つるつながりです。そんなことがありますわ。といったところでね、10分が経ちました。今度はちゃんと文庫を探して、ラムだった。坂東さんの日本の一番長い日のお話をね、ちょっと掘り下げていきたいなと思います。チャンネル登録と高評価、それから、メルマ旬報という水道橋博士さんがやっている、メールマガジンという名の、ウェブで閲覧できるんですけども、いろんな方の書いてるテレビの隙間さんであるとか、ラムライダーさんであるとか、立川談慶さんであるとか、他にも空論城さんとかね、今ちょっと救済しているとか、そういった方々の過去には尾崎スカイカンさんとか、いろいろサンボマスターの山口さんが書いてですね、いろいろ書いてる、そういったメールマガジンのサブスクリプションと言っていいでしょうの中に僕も書いておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。そんなところですかね。今度はちゃんと文庫を探しておきましょう。はい、ありがとうございました。